皆さんこんにちは。これから日本を脱出します。アクセス特急で来たのですが、外国人がいっぱいで香水がプンプンでした。飛行機で隣の席の方が香水プンプンだと地獄です。それはさておき、無事に成田に着きました。久しぶりの第一ターミナル。極度の心配性で空港に3時間半前に到着。北ウィングから出発なのに南ウィングで迷子になっていました。今回の旅先はインドネシアのバリ島です。受付で聞いて急いで北ウィングに移動します。出遅れました。大行列です。預け荷物は11キロ。チェックインは私のチケットの取り方に問題があり、吸ったもんだがありました。やたらと時間がかかり、ドキドキしましたが、なんとか出国できそうです。行きの電車の中でプライオリティパスが使える大韓航空のラウンジが使えないことを知り、絶望しているところです。脱出。絶望の中で調べていたら、26番ゲートの近くに何やら使えるラウンジがあるらしいとのことで、急いで出国します。私の出発ゲートが26番ゲートだったのでちょうど良かったです。おやおや、ウェイティングができています。キワと書いてノア。プライオリティパスが使えることを確認。無事に潜入。お食事は軽食のラインナップです。どれもとても美味しそうです。そばをいただこうと思います。色が変わりきったお湯の中にそば職人さながら調理をします。潔癖症ですが贅沢は言っていられません。私のすぐ後にお湯を新しいものに変えていました。残念。かまぼことかまぼこ、天かすと天かす、完璧。みたらし団子もありました。焼きおにぎりにあんパンにクリームパン、かぼちゃのサラダにひじきの煮物です。そしてラウンジ内はほぼ満席でした。素敵なものを発見。スーパードライの信者です。下手くそだから自動の方が嬉しいです。機械も下手くそな時があるようです。相変わらず血糖値が上がりそうなデタラメな朝食です。いただきます。それではビールで祝杯。朝の背徳感ビールおいしい。そばは伸びまくっています。私は固めが好みです。時間がないので急いで詰め込みます。締めに団子とあんパン。ちなみにワインもありましたよ。ラウンジを出たら私の出発ゲートの26番ゲートです。時間通りに搭乗開始。今回乗る飛行機はガルーダインドネシア航空。
48時間前のウェブチェックインで一番後ろの席を確保。トイレが真後ろです。天気は快晴。朝、家を出発するときは大雨でした。歩いて駅まで行ったのですが、びちょびちょでした。なんと空いている予感。足元は短足なので結構余裕があります。結構楽々です。お願いだ。隣の人来ないでくれ。航空 GA881 便電波ファールバリ島行きエアバス A330-300 型機をご利用くださいまして誠にありがとうございます。マジで最高です。隣の席も前の席も誰もいません。そして時間通りに出発です。直前までスーパーハードに仕事をしていたので、全てを忘れてゆっくりできたらなと思っています。今回の旅もほとんど何も調べていないので、思いつきで回ろうと思います。お水とアメニティが配られました。アイマスクと靴下と耳栓です。お手洗いに歯ブラシが置いてあります。早速ビンタンビールで乾杯といきましょう。お隣の席に人がいないことと、すぐ近くにトイレがあることが飛行機の中で安心してビールを飲める条件になります。泡ビールです。大好物の山崎のクリームパンを持ち込みました。全然ビールに合わないけど、ほどなくして機内食が配られました。一番後ろの席なのでお食事は選べませんでした。魚料理です。それではいただきます。和食プレートになると思うんですけれども、とっても美味しかったです。そばも美味しい。食後の締めにクリームパン。気圧でぴちゃんこです。映画も飽きてきたので読書をします。2席を使えたので足を伸ばせました。調子に乗って2杯目のビンタンビールです。気圧もあり泥酔。おつまみナッツもいただきました。そして到着前のバニラアイスクリーム嬉しい。何度も言いますが、一番後ろの席なのでアイスクリームは溶けてヘニョヘニョでした。でも美味しかったです。刻一刻と表情が変わる空は見ていて飽きません。高度が下がってきました。もうすぐ到着です。無事に着陸です。ただいまの時間、現地の時間で5時40分です。バリ島に入国するには VOA というビザが必要になります。パリの空港で申請することができるのですが、私は事前にインターネットで申請をしました。そして税関申告も3日前からインターネットで申請する必要があります。スーツケースをピックアップした後に、最後の出口のところで係員の方に税関申告の QR コードを提示します。空港に着いてからビザを申請する場合は左側、事前に取得済みの人は右側に進みます。事前に申請したおかげであっという間にイミグレーションを抜けることができました。税関申告も到着空港で
できるようでした。スムーズに外に出たい人はすべてインターネットで申請をすることをお勧めします。空港の両替所でルピアに両替しました。これはやめればよかったです。街中の方が断然レートが良かったです。空港では少額の両替でいいと思います。インターネットで購入した SIM カードが全然反応しなかったので、結局空港で SIM カードを購入します。やり手のお姉さんにすべて設定していただきました。空港からホテルまでの送迎をガネーシャバリツアーズで依頼しています。合流できるまで時間がかかる場合があり、事前に自分の服装をメールで知らせておきました。そのおかげもあってか、あっさり出会うことができて、すぐに車で出発することができました。ウブドまでの空港送迎は日本円で3500円かインドネシアルピアで40万ルピアです。気づいたらもう外は真っ暗でした。空港の料金所が12月から支払い方法が変更になり、大渋滞をしているようです。ドライバーのスガちゃんと楽しくお話をしながらウブドに向かいます。ただいまの時間9時40分です。約2時間でウブドのホテルに到着です。1軒目のお宿がビククンスイーツ&スパ、こちらで2泊します。ウェルカムドリンクをいただいて早速お部屋に行きましょう。虫は苦手ですが、虫の大合唱で癒されているところです。今回アサインされた部屋はフロントから近いピッピ2という部屋です。暗いので分かりづらいのですが、簡単にお部屋の紹介をします。客室はビラではないのですが、2階建ての一軒家タイプです。下の階の1階にはシンク、水は毎日2本ありました。すぐお隣がシャワーブース。シャワーは壁に固定式です。そして振り返るとトイレがあります。電子ケトルとドライヤーがあります。タオルは毎日2枚でした。玄関ホールに冷蔵庫があります。それでは2階に移りましょう。天蓋付きのベッドです。とても素敵です。照明を全部つけてもこの明るさなので、また次の動画で改めて紹介します。無事にバリ島に着いたお祝いをしましょう。健康的な料理を提供するお店、カフェに来ました。とりあえずビンタンビールを手酌で乾杯。日本の家を出てから16時間、アルコールが五臓六腑に染みます。小腹が空いたのでパスタを注文。パスタプリマベーラです。
たっぷりのグリルした野菜とオリーブ、フェタチーズが入ったほうれん草のフィットチーネです。大変濃厚でビールにも合い、とっても美味しいです。サービスチャージとタックスが入って全部で13万6422ルピアでした。かわいいワンちゃんが寝っ転がっています。危ないから起きて。起きてくれました。ホテルに帰る道すがらスーパーに寄ろうと思います。左側に見える赤ちょうちんのお店は漁師という日本料理店です。ここスーパーにやってきました。閉店間際なので空いています。締めのアイスクリームを買って帰ることにします。アイスを食べながら10分ぐらいホテルまで歩いて帰りました。これにて1日目の動画は終了です。2日目に続きます。お楽しみに。